長崎さんお待たせしました。退院調整をしてます吉原です。もうご存知ですね。今日進行しますんでよろしくお願いします。今日はですね、長崎さんが退院されるのに、安心してお家で生活ができるようにということで皆さん集まってくださったんですけれども、いろんな職種の方がいらっしゃいます。なのでもうどうぞ安心してください。じゃあもう主治医の天本先生からざっと皆さん自己紹介してもらいますので、はい、よろしくお願いします。だいぶおかげも良くなったみたいでですね、痛みの方も良くなってきてるみたいで、これから、病院の方からですね、家の方に帰るということで、みんなでこういろいろ検討しましたのでですね、よろしくお願いしたいと思います。はい、大変嬉しいです。本当2ヶ月ずっともう入院したと思うんですから、本当ですよね。はい。病棟の担当看護師中島ですけど、長崎さんよかったですね。ケアマネージャーさんとか他の先生方もみんなで集まって手すりとかベッドとかいいのを頼んでいただけるようなので安心して帰れると思います。楽しみにしていてください。薬剤師の龍です。今やっと痛みの方も落ち着いてこられて、今まで通りに鎮痛薬とか医療用の薬も含めですね、あと骨の注射ですね、もう今までと同じようにご自宅でも使えるように在宅の先生とか薬剤師さんにですね、先ほどきっちりとお伝えしましたので安心されてくださいね。担当理学療法士の本田です。よろしくお願いします。今度は在宅に戻られてからですね、主治をさせてもらいます宅間院の宅間と言います。よろしくお願いします。はい、ケアマネージャーの大町です。いろいろ準備万端っていうところにありますのでもう少しですね足りない部分があったらと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。長崎さんはじめまして、訪問看護師の道辻です。よろしくお願いいたします。訪問で薬の方を担当します薬剤師の手島です。よろしくお願いします。訪問介護ステーションのヘルパーの畑中と申します。よろしくお願いします。今回お世話になります長崎太郎と申します。本当に今日はたくさん集まっていただいて本当にありがとうございます。これからよろしくお願いいたします。ですね。長崎の次男になります、次郎と申します。よろしくお願いします。この度大変皆さんにお世話になりました。今回私が自分ごとでちょっと怪我をしてしまってちょっと皆さんにご迷惑をかけるかと思うんですけれども、一応長男の一郎と近くに住んでますので、一緒に協力して父を支えていきたいと思ってますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、もう大変な中緊張までさせて申し訳ないですけれども、皆さんも在宅のスタッフの方たちはもういっぱい経験がおありの方なので、あまり緊張せずにいろんな希望とか心配なこととかっていうのはどんどん言ってください。それが一番だと思いますので、はい、はい、何でもおっしゃってください。じゃあお願いしてもいいですか。はい、どうぞどうぞ。うちからですね見る景色が好きなもんですから、ぜひそれはうちに帰ったら見たいなと思ってます。そうですね、早くその景色の中に入れたらいいですよね。はい、じゃあ天本先生の方からですね病状をちょっと簡単に説明してもらいましょうね。はい、では長崎さんのちょっと病状と経過をですね簡単に説明したいと思います。長崎さんは直腸がんでですね手術とか化学療法、放射線治療などを受けて、今回の入院はですね右下肢の痛みとかお尻の痛みの調整のために入院されております。その後、薬の投与量とか組み合わせを調整しましてですね、なんとか痛みも収まってきたということですので、今回在宅の宅間先生や訪問看護師さん、訪問薬剤師さんなどにサポートしてもらいながら無理のない在宅治療をしてもらいたいと思っております。またそのために今日話し合いましたんでですね、よろしくお願いします。末歩行もだいぶ慣れましたかね。自宅に帰られてもですね、皆さんのサポートを受けられて、相談を受けられてですね、よろしく頑張ってください。お家に帰られたらですね、もう自宅ですから病院とは違いますから、ご自分のやりたいように
まあ、できる範囲ですけどね、過ごされたらと思います。ぜひリラックスされて、もうお酒もタバコも構いません。お酒好きですよね。で、いつでも困った時は電話をください。帰られましたら僕の携帯電話の番号もねお教えしますんで、なんか不安なこととかこれどうかなとか思われたら僕もまた含めて僕に言いにくかったら在宅の他のスタッフでもいつでもご連絡をください。それで大体家に帰るとですね、最初不安なこと多いかと思うんですけど、電話で片付くことも多いですし、でやっぱり急変とかなんかどうしてもっていう時はすぐ駆けつけますんで、そこもご心配なくですね。で今回退院になりますけど、天本先生と縁が切れるわけではありません。だからやっぱなんかちょっと調べんといかんとか、ちょっと痛みが強くなったとかなんかなと調べんといかん時はまた入院お願いしますし、あとご家族がねちょっと疲れ切ったとかいう場合もお願いする場合もあるかもしれません。そのバックベッドの方よろしくお願いします。先生がいらっしゃるのは安心です。ですよね。はい。大丈夫です。はい。どうですかね。ですね、私がこんな状態なんでちょっと車の運転がちょっと今できなくてですね、病院とかかかった後もですね薬を取りに行ったりっていうのが今ちょっと難しいですね。通常ですね、僕は訪問して翌日処方するんですけど、近所の薬局の手島先生の方に配達をね翌日お願いするようにしてますんで、その点は大丈夫です。お薬手島先生がいらっしゃる。私の訪問させてもらってお薬の方とか届けさせてもらいますね。夜間とか休日とかでも必要に応じて対応していきますので大丈夫です。で薬以外のもし必要だったらマスクとかですね、手袋とかそういったものもご準備できますし、入院中は先ほど看護師さんの方からもお話聞いたんですけど、看護師さんの方から都度予約という、薬をその都度ですね飲ませてもらったということだったので、それも私の一方化という一つにまとめてですねお持ちさせてもらって、薬の管理の負担をですね少しでも減らせるようにということで、実際家に帰ってからですねそういったのをご相談していこうかなと思いますね。それからもう心強いです。よろしくお願いします。そうですね。私の方で今お話ししたように言いましたけど、私のちょっと連絡がつきにくいとかなんか私以外のスタッフが気づいた時とかですね、すぐ私の方にも連絡が来るように連絡体制取ってますので、何かあったらどなたでも構いませんのでおっしゃってください。わかりました。訪問看護師の道辻です。なんか入浴をご自宅での入浴を楽しみにされてるっていうふうにも病棟の看護師さんから聞きましたので、ぜひその辺を私の方では支援をさせていただきたいと思います。時々熱が出たりとかそういうこともあるっていうふうに聞いてますので、まずは病状の観察をさせてもらいながら、その都度入浴ができるのか、それともちょっと今日はやめた方がいいかなっていう時には正式に変えたりとかですね、そういう形で対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。父はお風呂が大好きなんでですね、訪問看護師さんのいたらお風呂に入れると思いますので、どうぞよろしくお願いします。すいません、一つ聞き忘れました。長崎さんなんか150段ぐらい階段があるとか聞いたんで、ちょっと不安ですとかお近くいつも私たち訪問は軽自動車で回ってるんですけど、止めるところはありますか？階段の下になるんですけど。階段の下ですね。頑張っていきます。よろしくお願いします。150段すごい。そしたら私もそこに止めて登っていくということで、もうだいぶ以前もですね訪問してたのでだいぶ慣れてたんですけども、今日は看護師さんの方からもお風呂の話とかがあったんですけど、今利用されている長崎さんの病院で利用されているポータブルトイレっていうのも準備させていただいてます。でベッドの方も先日ですね次男さんの方と一緒に同席させていただいてお家の方をお伺いして、ある程度もう物も決めていますので、先ほどちょっと、先生方にもお伺いして準備できるものっていうのをある程度決めてますので、またカタログ等でですね事前に長崎さんの方にはお見せしたいと思いますので、よろしくお願いします。
とですね、お通じのことも先ほど病棟の看護師さんとかからも聞いたんですけども、今後はですね、私たちとか拓磨先生とか手島先生と一緒にですね考えていければと思ってます。なんかね、やっぱりちょっと便秘がちになるということだったので、はい、下剤とか肝腸とかですね、そういうことをしながら工夫していきたいと思います。で、あと杖歩行というふうにお聞きしてるんですけど、トイレの行き帰りの手すりとかは大丈夫でしょうかね。ふらついたりはしてませんか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。今歩行はどうなんですかね。今のところ今30メートルぐらいは歩けるようになってきたところなんですけど、右足の痛みがあって体重をあまりかけれない状況なので、杖とか介助さんにですね寄りかかるような形で歩いているといったところです。で、退院まで残り期間は短いんですけども、ストレッチとか筋力トレーニングと、あと歩く練習をですね組み合わせて行っていきたいと思います。で、痛みを見ながら変えられた後も継続してリハができるように訪問リハのスタッフの方にサマリーを送ろうかと思っております。訪問看護の方でも日常の動作とかをですね確認させてもらいながら、まずは生活の中でのリハビリができればいいのかなと思ってますので、また筋力の維持ができるようにねやっていきたいと思います。で、またリハビリのことも、看護師を通しながら訪問リハビリの方に、つないでいきたいと思いますので、どうぞその辺もよろしくお願いします。そしたら本田先生いいですか、手すりの方はもう早めにつけた方がいいっていう、そうですね、必要っていうことですよね。そしたら退院までの時間っていうのが、すぐ決まるかどうかっていうところ、また今からお話があると思うんですけども、もし早急にっていうことであればレンタルで手すり取り付けることができますので、それを活用したいと思ってますので、よろしくお願いします。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。元気出してください。だんだんなんかみんながどんどん言うからなんか押されてますね。はい。もうリハビリも頑張らないといけないし、一つ元気出してください、長崎さん。ごめんなさい、どうぞ。ちょっと気になってることがあるんですけどはい、ご飯の時にですね、時々むせるような感じがあるんですけども、ちょっと僕インターネットとかちょっと調べてみても誤嚥性肺炎っていうんですかね、ちょっとそれ気になっててちょっと怖いなと思ってるんですけど、飲み込みの問題ですけど、まずちょっと様子を見させてもらうと思うんで、ヘルパーさんにちょっと声かけして、食事の工夫とかね、なんか必要かどうかチェックをまずしましょうね。よろしくお願いします。焦って食べないようにですね、まずわかりました感じですね。で、場合によっては歯科衛生士さんとか、もちろん歯科医の先生とかね、あと管理栄養士さんにまた考えてもらおうかとも思ってますんで、またその都度考えていきますよね。長崎さんの入院中の食事に関してがですね、先ほどお聞きしましたけれども、今後体調の変化があられて食べにくかったりとか飲み込みにくかったりしたらですね、その都度献立の変更を考えていきますので、長崎さんが少しでもですね楽しく美味しくですね食べていただけるようにお手伝いさせていただきますので、ぜひご相談ください。よろしくお願いします。遠慮なく言ってくださいね。はい。で、あとは入院中は治療の関係もあって、歯科の定期管理とか治療も受けてたんですもんね。で、お家に戻ってからはちょっと受診が厳しいと思うので、やはり先ほどの話し合いでですね、骨への転移がねありますよね。なのでランマークっていうお注射今までと同じように続けないといけないんで、今後注射をしながらまた歯科の方の管理も必要になるかと思うので、今日はいらっしゃらないんですけど、訪問の歯科の先生もエセ医師さんとかですねもう考えていきたいと思いますが、すごいたくさんになるんですけど、そちらもちょっと重要なので、はい、入れて いただこうと思っています。はい。ですね。注射の方は在宅でもできますんで、4週間に1回ですね。まずは帰られてから1週間後になりそうですけどね、やらせてもらいます。
でやっぱその副作用でやっぱり歯の方が結構問題になってくるんで、口腔ケアの方もですね十分注意が必要と思うんですよね。そういう面でも定期的に歯科医の先生も入ってもらおうかなと思ってます。父も早く自宅に帰りたいって言ってましたんで、どうぞよろしくお願いします。それではですよ、長崎さん、退院はできるだけ早いっていうことでよろしいですかね。できるだけ早く退院したい。最短でいくと私の調整ではレンタルの方があさってにはもう納品できると思うので、午前中にでも午後からでも退院っていうのが一番早いかな、こちらの準備としてはですね、そういうふうには思ってるんですけども、どうでしょうか。まあその日でなんとか時間都合を合わせますんで、午後からよろしければ大丈夫です。はい、一応自分ちょっと車運転できないんですけど、まあタクシーでも少しの間なら座っとけると思いますんで、その日でお願いしたいと思います。ただちょっと自宅前に階段があるんで、そこをどうしようかなと。どうしようかな。リハビリの先生、だいぶ頑張っておられるんですけど、その150段の階段を上るっていうのがですね、今のところはちょっと難しいかなと。頑張れない。で可能なら介護タクシーでの退院がいいかと思います。そうですね。普通のタクシーでもジェネアさんいけるかなっていう状況であればですね、そしたら介護保険でのそのいわゆる介護タクシーっていう方法がちょっと使えないっていうことにはなるんですね。でそれなので一応30分ぐらいの乗車かなっていうふうに思ってるんですけど、お家まで。でそれでよかったらもう介護保険が難しければもう福祉タクシーの方ですね、準備させていただいて、そして福祉タクシーの運転手さんにちょっと階段のところは手伝っていただくっていう形になります。で少し割高にはなるんですけども、介護タクシーも福祉タクシーもそうそう今は料金が変わらない状況ではありますので、ただタクシーに座っている間、そのタクシーの、例えばそのクッションで大丈夫な状態であるのか、それとも例えば、車椅子とか今のような状況でちょっと30分座っておくのはきついとか、できればリクライニングの、ゆっくりできる、車椅子に乗り換えた方がいいとか、いやこのままの状態でまだタクシーの方がクッションはいいよとかですね、どの状態だったら可能かなっていうのがちょっと心配だったんですけど。起きたり座ったりっていうのも一人でできておられて、立ち上がると体重がかかると痛みが出てくるっていう状況なので、座ってる姿勢に関しては普通の車に座っても車椅子でも時間は大丈夫です。割と車椅子の方が痛いですもんね。クッションがあるんですね。だから福祉タクシーのじゃあそのままクッションを利用してっていうことで、はい、準備したいと思います。そしたらここからでも準備をさせていただこうと思いますので、また時間が決まったらですね、お伝えするようにします。はい、よろしくお願いします。じゃあ150段のクリアしてはい、眺めたい景色に、戻れると思うんですけど、今日大体どんな職種の人が入るかっていうのは分かっていただけましたか。はい、すごい最初ね、たくさんの方がお家に来られるんで少し戸惑いがあるかも。嬉しいですか。あるかもしれないんですが、退院して1週間1ヶ月をいろいろとことが起こってくるとは思うんですけれども、その都度、相談を誰にしてもらってもいいと思うんで、はい、他なんか気になることありませんか。いや在宅のことはですね、もう大きい声を頑張って起きなくて在宅のことはいろいろ聞いてたんですけども、今日本当は実際いろいろお話をですね聞かさせていただいてイメージが、できましたんで、ぜひ自宅でこれから楽しく、生活をさせていただければなと思ってます。とても本当安心しました。ありがとうございます。よかったです。またいろいろよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。じゃあ皆さん
今日はありがとうございました。これで長崎さんの対院前のカンファレンスを終わりたいと思います。お疲れ様でした。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。